は椎茸の唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、椎茸の唐揚げを作っていきたいと思います。衣はサクサクで椎茸がとてもジューシーな仕上がりになります。漬け込み時間もないのでとても簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。椎茸、お醤油、オイスターソース、みりん、お酒、お砂糖、鶏ガラスープの素、おろしにんにく、おろし生姜、片栗粉、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まず椎茸なんですが、今回は8個使っていきます。だいたい5、6センチぐらいの椎茸になります。こちらは目安にしてみてください。そして味付けのポイントです。今回ね、オイスターソースを少し加えていきます。オイスターソースを加えていただくと旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。そしてお酒に関しましては、こちらは料理酒ではなくて清酒を使っていきます。こちら塩分の入っていないお酒になります。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきたいと思います。まずですね、椎茸の軸を切り落としてください。そして半分に切ります。半分に切るとね、ちょうど一口サイズぐらいの大きさになると思います。もし大きい椎茸を使う場合は4等分にしていただくといいかなと思います。こちらは椎茸の大きさに合わせて切ってください。そして軸の部分ですね、こちらも使用していきます。ただ先端の部分は乾燥して硬いので、ここだけ切り落とします。そしてこちらはね、このまま揚げていきたいと思います。それでは残りもね、同じように軸を切り落として2等分にしてください。はい、椎茸はこのように切ってください。では続いてポリ袋を用意します。そして口を開けてセットします。ここに調味料を加えていきましょう。まずお醤油、みりん、お酒、そしてオイスターソース、お砂糖、鶏ガラスープの素、そしておろしにんにくと、あとはおろし生姜を加えます。そして一度こちらをね、袋の中でしっかり混ぜてください。はい、 OK です。このようにきちんと混ぜましょう。そしたらまた口を開けて、この中に椎茸と椎茸の軸を入れていきます。軸も入れましょう。これで一度ね、袋に空気を含ませて口を持ってください。そしてシャカシャカして全体に調味料をなじませます。しっかりね、この椎茸の傘の内側にもね、調味料が染み込むように混ぜてください。最後はね、このように手でなじませます。はい、 OK です。このね、傘の内側部分ですね、この内側のところにもしっかり調味料がなじめば OK です。今回ね、結構味濃いめにね、調味料を合わせているので、こちら漬け込み時間はなしで OK です。今から片栗粉をまぶして、そして揚げていきます。それではね、このようにバットに片栗粉を広げてください。そして椎茸にね、片栗粉をまぶしましょう。あんまりつけすぎるとね、べちゃっとしやすいので、このようにまぶしたら一度手ではたいてください。はい、こんな感じですね。それでは残りも同じように片栗粉をまぶしていきます。はい、そしてね、軸の部分にも片栗粉をまぶします。はい、こんな感じですね。はい、 OK です。このように片栗粉をまぶしてください。それでは油で揚げていきます。まずフライパンの底からだいたい 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。今回は170度の油で揚げていくので、それまで油を温めてください。はい、それではね、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸の先を入れて、先の方からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになっていれば OK です。そしたらやけどしないようにね、椎茸を入れていきます。まずね、内側の方から揚げていきます。入る分だけね、入れていきます。あとは軸の部分も揚げましょう。こちらも入る分だけ入れていきます。
そしたらだいたいね3分ぐらいを目安に揚げていきます。揚げ始めなんですけれども、この段階で触ってしまうと衣が剥がれやすくなるので、揚げ始めて1分ぐらいはね触らずに揚げるようにしてください。はい、そして1分ぐらいしたら裏返します。結構ね焦げやすいので焦がさないようにだけね注意してください。あとね裏返すと油跳ねしてくるので、油跳ねには十分に注意しましょう。ちょっとねこうやってくるっと転がっちゃうものもあるので、そういう時はお箸でね押さえながらやけどしないように揚げてください。はい、でだいたい2分ぐらい経ったら今度はちょっと空気に触れさせて、そして揚げていきます。そうすることで2度揚げ効果になってよりカリッとした仕上がりになりやすくなります。今ねちょうどだいたい3分ぐらい経ちました。3分ぐらいするとね衣がカリッとしてきます。そしたら取り出しましょう。これ以上揚げるとね結構焦げやすくなるので注意してください。このように美味しそうに揚がりました。衣もザクザクです。それでは残りも同じように揚げていきます。2回目揚げるときはこのようにカスが出てたりするので、こちらを必ず取り除いてから揚げるようにしてください。そうするとね仕上がりも綺麗になります。それでは揚げていきます。ではこちらも同じように揚げましょう。最初はねちょっと衣同士がくっつきやすいので、あんまり入れすぎないようにだけ注意してください。小さい椎茸だとね2分ぐらいでもいいかなと思います。揚がったものから取り出していきます。はい、このように美味しそうに揚がりました。衣もザクザクです。それではこのまま3分ほど油を切ってください。はい、これで椎茸の唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はザクザクサクサクに仕上がってます。そしてこちらが椎茸の軸の部分ですね。こちらもサクサクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。衣がザックザクですごく美味しいです。そして椎茸がとてもジューシーな仕上がりになってます。味もしっかり馴染んでますね。では軸部分もいただきたいと思います。いただきます。軸部分はねシャキッとした食感に仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の椎茸の唐揚げのポイントです。まず椎茸なんですが、今回8個使用してます。こちらは大きさによって適正な量が変わると思いますので、目安にしてみてください。椎茸を切る時なんですが、今回私はね5、6センチぐらいの大きさのものを使用してます。その場合は軸を切る落として2等分にしていただくとちょうどいいと思います。もっとね大きな椎茸の場合は4等分にしていただいても大丈夫です。逆にですね小さい椎茸の場合は半分に切らずにそのまま揚げていただいてもいいかなと思います。そして今回の唐揚げなんですが、漬け込み時間なしで作ることができます。ポリ袋に入れてしっかり味をなじませることできちんと味がついてとても美味しい仕上がりになります。椎茸の内側にもねきちんと漬けだれをつけるようにしてください。味付けについてのポイントなんですが、今回オイスターソースを少し加えてます。そうすることで旨味がアップしてとても美味しくなります。そして椎茸に味付けをしたら片栗粉をまぶしてください。片栗粉はまぶしすぎるとべちょっとした仕上がりになりやすいので、一度つけたら軽くね片栗粉をはたいて揚げるようにしてください。そして揚げる時のポイントなんですが、揚げる時は170度くらいの油でだいたい3分ぐらいを目安に揚げてみてください。揚げ始めに関しましては、入れてからすぐねお箸でいじってしまうと衣が取れてしまったり、あとはですねお箸に衣がくっついてしまったりしますので、衣がねしっかりしてくるまでは触らないようにしてください。さらにですねあんまり一度に入れてしまうと衣同士がね最初はくっついてしまいますので、入れすぎには注意するようにしてください。あとはね衣がカリッとしたら取り出しましょう。こちらの椎茸のね唐揚げなんですが、しっかり味付けをしているので少し焦げやすくなってます。なので揚げすぎには注意していただけたらと思います。そして少し時間が経ってねべちゃっとしてきてしまったら、もう一度ね軽く揚げてみてください。そうするとねカリッとした仕上がりになります。あるいはトースターでね少し温めていただくとカリッとすると思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は椎茸の唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。